こんにちは、よしひこです。今日は僕がポストプロセスの一番最初に必ず使うソフト、PureRAW を紹介します。PureRAW を一言で言うと、超強力なノイズリダクションソフトです。他にもディテール強調、周差軽減、プロファイル補正などができますが、PureRAW を使っている方のメイン用途はその強力なノイズリダクションではないでしょうか。先日ちょうどアップデートされて PureRAW 3から4になりました。もうすでに PureRAW 3を使っている方はぜひ動画の後半からご覧ください。PureRAW 3と4の違いを説明しています。PureRAW 初めてだよという方はぜひ動画の最初からご覧ください。では早速いってみましょう。Check it out! では早速 PureRAW の実力を見ていきましょう。この写真はちょっと昔の写真で恐縮なんですが、2014年3月19日、約10年前になってますね。サンフランシスコで撮りました。で、カメラはニコン D7000 と 10-24mm という、だいぶ昔のカメラになりますね。まあ、PureRAW ね、こういった昔のデータも、かなりね、綺麗にしてくれるので、いい例かと思って取り上げました。まずこれが何もしてないローデータですね。今 200% にしてます。だいぶこのプチ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 出てますよね。230秒の長時間露光、夜間の長時間露光ですね。この点々一つ一つが長時間露光ノイズと呼ばれるものです。露光すればするほどセンサーが熱を持って一つ一つのピクセルが正常に記録されないことによって生じるノイズです。ちなみにこれね、ライトルームのこの辺のね、ノイズリダクションマニュアルでかけると、ぬるっとしてっちゃいますよね。で、カラーノイズ。結局このプチプチっていうのは消えないですね。はい。ではね、早速 PureRAW を使ってみますね。PureRAW をまず使うには、インストールした後、ここのファイル、プラグインエクストラというとこですね。ここで PureRAW を選べますんで、ここでプレビュー&プロセス with DXO PureRAW4。こっちはプレビューしながらのモードで、こっちはプレビューなしのモードですね。ちょっと僕のパソコンでプレビューありのモードでやって作業してると落ちることが多いので、プレビューなしのモードでしますね。はい、ここで処理設定というのが出ます。まあ、2つモードがありまして、ディーププライムかディーププライム XD2 か2つ選べるんですけど、右の方が、優秀です。で、これどの程度ディテールとか、そのノイズを減らすかっていうのを選べるんですけど、ここはデフォルトのままにしておきます。で、光学補正、レンズシャープネスとかも全部、ビネット、色周差、湾曲周差全部オフにします。で、本当に純粋にノイズリダクションだけの結果を見てみましょう。適用を押します。今すぐ処理。ちなみに一つ強調したいんですけど、ノイズリダクションの処理をした後も、これはローファイルのままです。TIFF ファイルとかじゃなくて、そのままローファイルなので、その後の処理が非常にしやすいです。完了。終わりました。ちょっとね、プロファイルが戻っちゃうんで、またわかりやすいプロファイルにしますね。さあ、ノイズが、綺麗に消えてますね。では、元のローファイルと PureRAW4 でノイズリダクションをかけたファイルをちょっと比べてみましょう。設定は全部同じにしております。こっちが元のファイルですね。この辺の岩の周りをちょっと見てみましょうか。この辺のプチプチが綺麗に消えてますよね。で、波のディテールも残ってますね。この辺なんかも綺麗にこの
プチプチした軽度ノイズが綺麗に消えてます。この辺も見てみましょうか。この辺のね、プチプチしたのが全部綺麗に消えてますよね。で、波のディテールもね、残ってるし、すごいスムーズになってますよね。ノイズを消しつつディテールも残しているというところがね、ピュアローすごいと思います。もう一枚10年前サンフランシスコから1枚紹介します。これもね、D7000 で撮ってます。時間は36秒。F16 とね、結構絞ってますね。このシャドウの部分とかもね、結構ノイズありそうですよね。ちょっとシャドウを上げてみます。やっぱりね、この辺のプチプチっとした軽度ノイズ。まあ30秒程度ではあるんですけどね、ノイズあります。シャドウを持ち上げた分のノイズもかなりノイジーですね。だいぶノイジーだ。だいぶノイズがこの辺目立ちますね。じゃあ早速ピュアロー使ってみましょう。ピュアロー、プラグインエクストラ、インスタント。これで。これもね、ノイズリダクション以外は切っときましょうか。適用。終わりました。じゃあちょっとさっきと同じ設定にして、比較してみましょうか。これが元の画像ですね。この辺ノイズが結構ありますよね。だいぶ綺麗になりましたね。この辺とかどうでしょうか。この辺もね、ノイジーなのが、ディテールは残しつつ綺麗になってますが、レンズのシャープネスは今入ってますね。そうですね。だいぶ綺麗になってる。ディテールかといってディテール、この辺の窓とかね、見てみると、だいぶノイジーな感じ。粒子が結構粗い気がしますけど、だいぶね、綺麗になってますよね。かといってディテールが失われてるわけではないですよね。この辺の壁のね、テクスチャーなんかも綺麗になってますよね。塗り絵のようにはなってないですよね。なんかノイズ部分だけ綺麗に消えてるって感じがします。もちろんこのね、プチッとした軽度の長時間録音ノイズもなくなってますよね。空の部分をぐーっと拡大すると、すごいスムーズになってますね。空の粒子とかなんかすごい空つるっと綺麗ですよね。だいぶ綺麗ですよね。で、この辺のディテールも残ってますよね、全部。ディテールが残りつつ、ノイズだけ綺麗に消えている。
いいですね、ピュアロー4。はい。もう一枚サンフランシスコの一枚。こちらは、2015年撮影となってますね。約9年前となってます。こちらのカメラは D600 で、レンズは16の 35mm ですね。ちなみにこれは200分の1でこんな感じでした。で、ND フィルターつけて、日中の超長時間録音して336秒なんで5分半流しましたね。ここに鳥さんなんかもいます。じーっとしててくれましたね。で、やっぱりよく見ると点々とね、いっぱい軽度ノイズが、やはり5分半流すとね、たくさん出ますよね。ちょっと見やすいように色変えますね。ちょっとね、色極端に変えて。この辺の点々としたのが、全部ノイズ、軽度ノイズですね。この辺の点々としたものが。この辺なんかもすごい点々いっぱい出てますよね。これもなんか盛大に出てます。じゃあ今回は、ライトルームのね、デノイズを使ってみましょうか。ライトルームもね、AI を使ったノイズリダクションを少し前にね、搭載して結構優秀です。では早速使ってみましょう。プレビューがね、で 100% で出ますけど、このでかいノイズとかね、消してくれませんね。とりあえず、ポチッとやってみましょう。今ね、やってます。結構ね、時間かかります。一生懸命ね、やってくれてるんで、1分ぐらいかかるんじゃないかな。動画ではね、ちょっと待ってる時間をカットします。できましたね。はい、これライトルームですね。ライトルームの AI ノイズリダクション。このね、でかいのとかそのままですよね。こういうのはヒーリングブラシとかで消せるからいいんですけどね。ちょっとオリジナルの画像と比べてみましょう。この鳥さんのあたりを見てみましょうか。ちょっとのっぺりしてますかね。この辺はどうですかね。確かに綺麗は綺麗ですね。だいぶクリーンな感じになりましたけど、ちょっと、どうなんでしょう。ちょっと他の場所も見てみましょうか。空のあたりとかどうですかね。ちなみにこれは、長時間録音ノイズじゃなくてスポットノイズな、スポットゴミなんでね。ちょっと分かりづらいんで水面にしますね。水面、この辺はどうでしょうかね。道路のとこですね。この辺もだいぶ綺麗ですよね。綺麗すぎるぐらい綺麗ですね。じゃあ、今度はピュアローで同じ画像をノイズリダクションしてみます。これですね。これをピュアローでファイル、プラグイン、エクストラ。今度はちょっとプレビューありでやってみましょうか。
ピュアロー4とピュアロー3の違いは、ピュアロー3はこのプレビューの画面がなかったんですよね。ピュアロー4は事前にプレビューできるようになりました。ちょっと拡大してみましょうか。で、ここをアップデートする必要があります。落ちてしまいました。ちょっとね、プレビュー機能の方はね、マシンパワーがだいぶいるみたいなんで、落ちることが結構ありますね。これが今後のアップデートで改善されるのか、マシンパワーが、そもそもマシンパワーが足りてないのか。ちなみに僕のね、パソコンはそんなに最新ではないですね。グラフィックカードはクワドラの P4000 という、そこそこのものを積んでるんですけど、ちょっと中途半端なパソコンだと、プレビューモードでは落ちるかもしれませんね。そこはちょっとパソコンによって仕様が違うので何とも言えません。ちょっともう一回トライしてみます。ピュアロー。あんまりプレビューとかね、やってると落ちるかもしれないんで、どうでしょう。この辺とかだいぶ綺麗ですかね。あ、すごい綺麗ですよね。ディテールとかもほとんど変わってないですよね。ノイズだけ綺麗に消えてる感じですよね。ディテールなんかそのままですよね。ノイズだけ、この辺のノイズ見てください。ノイズだけが綺麗に消えてますね。で、ディテールはもう、石のディテールなんかはそのまま。本当に水面のプチプチしたノイズだけ消えてる感じです。じゃあ、これで、処理してみましょう。落ちないことを祈ります。ちょっとエラーが出ましたね。落ちました。ちょっと動作が不安定なのが現バージョンのピュアロー4ですね。ちょっとこれ正直レビューになっちゃうんですけど、一回クイッとします。レポートを送信。今はします。これはちょっとね、僕のパソコンの問題かもしれないんですが、ちょっとご留意ください。ちなみにピュアロー3の時にはこういうことはなかったんで、ピュアロー4っていうのはだいぶマシンパワーがいるなっていう印象を受けています。ちょっとプレビューモードでは落ちる可能性が高いので、プレビューモードではなくて、先ほど、夜景で使ったプレビューしないモードで処理します。はい、今その処理。今度はいけそうですね。いけました。ちょっとね、途中で落ちたりするときは、ライトルームを立ち上げ直して処理をするとうまくいくことが多いので、もし僕と同じような症状の方は、一度ライトルームを落として立ち上げ直して処理をするとうまくいくと思います。どうでしょうか。これがピュアローで処理したものですね。ちょっとまた比べてみましょうか。これが元のファイルですね。
この辺の点点点点点点見てください。点点点きれいになくなってますね。ちょっとレンズのシャープネスとかがレンズのシャープネスをデフォルトにしますね。だいぶ綺麗ですね。この辺も全部。こっちの点点点、軽度ノイズですよね。これも綺麗に消えてますね。で、岩のディテールはそのまま残っている。で、鳥さんも綺麗に残っています。じゃあ先ほどね、ライトルームの AI デノイズで、処理した画像とピュアローを比べてみましょう。左がライトルーム、右がピュアローです。どうでしょう。違いがようわからないですね。こう見るとライトルームも優秀だなって思いますね。ちょっと前のライトルームのね、AI デノイズはもうちょっと絵がペーっとしてたようなイメージがあったんですけどね。やっぱりライトルームはコンスタントにバージョンアップしてるので、その辺もパワーアップしてるのかもしれないですね。ここにライトルームは軽度ノイズが残ってますね。ピュアローは残ってないですね。じゃあこの辺はどうかな？ここの森のとこに点々点があって、ピュアローは点々点がないですね。ディテールはどうでしょう。ライトルームの方も結構残ってますよね。ディテールに関してはちょっと引き分けかなと思いますね。どうでしょう。はい。なかなかライトルームのね、デノイズも優秀だということが分かりました。はい。では最後もう一枚、ピュアローでノイズリダクションしてみましょう。こちらの写真は、2015年9月10日3時で、約9年前、だいぶ暑かった残暑厳しい日だった記憶があります。これはノーマルショットで500分の1となってますね。で、これはニコンの1424という超広角レンズのデメキンレンズを使っていて、ちょっと特殊なフィルター、樹脂製の ND フィルターを使ってたんですよね。そのため、ちょっと青みがかった写真になってます。データは3分で不自由ですね。この辺のシャドウ部分を見るとすっごいノイズが出てますね。シャドウの部分、今だいぶシャドウを上げてるんですけど、シャドウの部分とか上げるとね、ものすごいノイズが出てますよね。シャドウを上げるとね、ノイズがわかりますよね。これはすごいですよね。この辺のガラスのとこのね、ノイズなんかも、ちょっと、これもすごいですよね。ちょっと、もう、実はね、僕この写真、結構雲とか構図とか気に入ってるんですけど、このノイズがね、ひどくて、結局、ファインアート、モノクロのファインアートをしなかったんですよね。
いつかやろうかなと思ってたんですけど、未だにやらず、今日に至るって感じですね。この辺のノイズとかもすごいでしょ。じゃあ、これをじゃあちょっとピュアローで一発やってみましょうか。ファイル、プラグインエクストラ、ピュアロー4のプレビューなしの方ですね。プレビューありだとちょっと僕のパソコンでは落ちる可能性が高いので、ちなみにピュアロー3ではソフトが落ちるということはなかったですね。はい、これもノイズ除去だけ。ちなみにここでね、設定できます。これがちょっと前のノイズ処理のアルゴリズム。で、これが最新のアルゴリズム。こちらの方が優秀です。これ全部デフォルトで、もう広角補正はなしにします。で、適用。今すぐ処理。この処理ですが、ピュアロー3に比べてだいぶ早くなりました。めっちゃ早いですね。これがピュアロー4で処理したものです。この辺のノイズとかどうでしょう。おお、めっちゃ綺麗になってますね。ちょっと 100% にします。ツルツルになってますね。ちょっと比較してみますね。リファレンスを元画像で、これがピュアロー4ですね。右がピュアローです。この辺とかどうでしょう。この辺のノイズとか見てください。すごい綺麗になってますね。ツルツルになってますね。この辺とかどうでしょうか。この辺もツルツルになってますね。かといってディテールは残ってますよね。この辺のガラスとか。で、さっきちょっとね、ビルのガラスとか。おー、すっごい綺麗ですね。この辺とかも。ちょっと倍率変えて200倍にしてみましょう。おー。ディテールもね、ほとんど変わらなくても、この軽度ノイズだけが綺麗に消えてますよね。ものすごく綺麗ですよね、これ。ピュアロー4やばいな。ちょっと落ちるのがたまに傷だけど、この辺とかもツルッツルですよね。ディテールも残ってるけど、ツルッツルですね。これは後処理しやすくなりましたよね。この辺のノイズとか見てください。もう全部まるっきりないですよね。これ一個ずつ消すの大変ですよ。これすごいわ。この辺のね、ビルのノイズとか。もうよーく見るとちょっとありますけど、ほとんど、シャドウ部分なんで気にならないかな。重箱つつけばこの辺とかね、残ってたりしますけど、ほとんど気がつかない、ほとんど気にならないレベルになってますね。すごい。ピュアローすごいです。でも、ライトルームのね、デノイズも悪くなかったですよね。じゃあ、この写真、ライトルームで、処理したらどうなるのかな。で、興味がね、がぜ湧いてきますよね、このノイズが。果たしてライトルームに消せるのか。ちょっとやってみましょう。これですよね。こっちのね、従来のノイズリダクションはダメですよ。絵がツルッツルになるだけなんで。この辺もね、なんか消えてるんだけど、この辺のディテールも消えちゃってますよね。塗り絵のようになっちゃいますよね。なんで、この AI デノイズやってみます。
ライトルームは処理早いな。早くないか。今これが出ました。なんかちょっと塗り絵見たくなっちゃいましたね。どうなんでしょうか。ちょっとやってみましょう。はい。今ね、ライトルーム処理中です。結構ね、頑張るんで時間かかりますね。最近のね、ソフト AI で、AI でね、処理もだいぶ高性能なことしてくれるんですけどね、その分マシンパワーとかね、グラフィックボード、高性能のものがないとしんどくはなってきてますよね。僕もそろそろパソコン買い替えかなとか思うんですけどね。なかなかね、難しいですよね、パソコンの買い替えって。はい、そうなヨタ話をしてる間に処理が終わりました。むむむ。ちょっと塗り絵っぽいかな。ちょっと比較してみましょう。これ、ライトルームのデノイズです。ちょっと 100% で。だいぶ、ノイズだいぶ残ってますけど、だいぶ綺麗にはなってますね。綺麗になってます。ちょっとピュアローと比較してみましょう。左がピュアロー、右がライトルームのノイズリダクションです。この部分とかどうでしょうかね。そんなに悪くはないですよね。この辺ノイズが結構残ってますか？ライトルームは。この辺の柱もライトルームはノイズが残ってますね。この辺どうでしょうか。こっちのビルは分かりやすいかもしれないですね。ライトルームもディテールはそんなに崩壊してないですよね。ただ、プチプチの軽度ノイズは、ロングエクスポージャーノイズは取り切れてない感じがしますね。ディテールはそれほど崩壊していない感じです。この辺どうでしょうか。結構ノイズ残ってますね。ライトルームはこの辺。プチプチしたのが残ってますよね。左が、ピュアローです。ピュアローはもう完全に綺麗になってるけど、ライトルームはこういったプチ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 っていう軽度ノイズが残ってますね。この辺も全部残ってますよね。ライトルームは。ディテールはそんなに崩壊してないですね。ライトルームのノイズ。やっぱりノイズはちょっと残ってますね。結構ライトルームは。この辺なんかも目立ちますよね。これはノイズじゃないかな。なんかこれは光ですね。そうですね。ライトルーム頑張ってます。頑張ってるけど、ピュアローの方が、ロングエクスポージャーノイズを消すことに関しては、一枚上手だったかなっていう気がします。では最後になってしまいますけど、ピュアロー3を使ってる人、ピュアロー4にする必要あるんでしょうかね。ちょっとピュアロー3で、最後の結構ノイズがすごかった画像をもう一度処理してみましょう。プラグインエクストラ。今度はピュアロー3でやってみます。
ピュアロー3はね、ディーププライム XD っていうところまでしかないんですよね。ピュアロー4がディーププライム XD2 という新しくね、開発されたアルゴリズムを搭載しています。この辺、もう本当にノイズだけでちょっと処理してみますね。用意ドンでどれぐらいかかるか。処理にかかる時間はね、それほど変わらないような、体感は変わらないような気しましたね。画像の結果ですね、あとは。右がピュアロー3です。左がピュアロー4で処理した画像です。ちょっとこの辺のノイズを、ちょっと驚いてしまいました。結構ノイズ残ってますね、ピュアロー3は。こっちとかはどうでしょうね。ピュアロー3はノイズが結構残ってますね。同じところを見てます。ノイズも残ってるし、ちょっとディテールもピュアロー4の方がいいような気しますね。ピュアロー3はちょっとライトルームよりもノイズが取りきれてないですね。このビルのとことかどうでしょうね。ビルのところ、もう結構、ライトルームほど残ってないですけど、やっぱピュアロー4のディーププライム XD2 というアルゴリズムの方が優秀ですね。この辺とかもね、結構、この辺はガラスがすごいクリアになってるけど、この辺ちょっとね、軽度ノイズというか、ノイズがだいぶ残ってますよね。この辺なんかね、ちょっと、最後まで来ちゃいましたけど。この辺とかね、この辺。結構明らかに違いますね。はい、ピュアロー4いかがでしたか？ AI とディープラーニングを駆使したノイズリダクション、マジで超強力でした。ただ強力な分だけにちょっと私の PC では動作が不安定だったのが残念でした。4から実装されたリアルタイムプレビューもかなりのマシンパワーが必要みたいで、プレビュー中に何度もソフトが落ちました。ただこれはね、使用環境によるので、ぜひ体験版をダウンロードしてご自身の PC や Mac で正常に動作するか確認してください。実はね、ピュアロ3が発売された当初も多少動作が不安定だったんですよね。しかしその後のアップデートで改善されたので、ピュアロー4も今後のアップデートで動作の不安定さは改善されてくるのではないかなと僕は思っています。途中ライトルームでのデノイズも試しました。ちょっと驚いたのが、ライトルームのデノイズもだいぶ進化していたなということです。多分ピュアロ3レベルぐらいまで進化していたのではないかなと感じがしました。ただ専用ソフトのピュアロー4はライトルームのデノイズより頭一歩だけ抜きに出てる気がしました。その一
プをどう感じるかは実際にご自身でソフトを使ってみて判断してみてください。今回は僕がポストプロセスの一番最初に使うソフト Pure Raw を紹介しました。ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。See you!